N ズ家庭菜園の中村です。今日は8月2日、非常に暑くなってきていますけど、今の、この私たちがやっている畑の様子、家庭菜園として私たちは出荷をしているわけではなく、自分たちの生活のため、自給自足のために、このような畑をやっています。その様子をまた、今どんなような状態にあるかっていうのを収めていきたいと思います。私たちはこの畑を借りた時に年間1000円ですね。1000円で借りています。で、どんなことができるかなと思いながら、なんとか自給自足でできないかな。そのために自分たちが食べれる、食べ物を作ろうっていうことで今挑戦しています。この畑には水道設備はありません。ですから雨水が大切なんですね。雨水を蓄えて、それをたまにまくだけ。だから、野菜もあまりきれいに育ちません。しかし、そんな中でも十分収穫ができています。それを今日は、どんな感じになっているかっていうのを映していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私たちは、このところでレイズベッドを3つ行っています。で、第1番目のレイズドベッドっていうのはですね、雑草だらけですけど、ここでパセリが取れたり、そしてイチゴがすごく取れましたね。今年の、春にはですね、イチゴが1杯取れましたけど、今こんな感じで枯れてっています。私たちはこんなような状態にしちゃいます。枯れたまんまでもいいと思ってますね。自然的にね、育つ方法っていうことで学んでいますので、後からこの枯れたところは少し取っていくと思いますけど、こんな中でもイチゴが1杯取れました。野イチゴみたいな感じで私たちは育っているって言った方がいいかな。こんな感じです。で、第2番目のレイズドベッドは、今ですね、家内が20日大根を巻きました。ダイソーで買った2個で100円の20日大根ですね。このところで20日大根がまた取れるかなと思いながら今頑張っています。そして赤しそがですね、こんな感じでいっぱい生えてますね。これは種をまいたわけでもなく、自然的に生えているものですね。自然的に種が落ちて出てきてしまったものですね。で、この赤い茎のがスイスチャードっていうのがところどころにあるんですけど、毎回来るたびに収穫してしまうもんですから、小さくなっています。で、この赤しそはですね、もうすぐ秋になってくると、まあ、8月、9月ぐらいですね、になると、種がいっぱい取れます。しその実っていうか、それが取れてきますね。で、第3番目の、レイズドベッドはこんな感じになってますけど、これは種取りのために今ちょっと、ルッコラをそのまんまにしています。で、このところではですね、そうね、特に今青しそがこんな感じでここにはありますよね。で、バジルもあったり、パクチーはもうほとんど見当たりませんね。ただオレガノが、私たちはこのところに水をまいたり一回もしていないんですけど、オレガノは自然的に大きくなっていってます。ですからレイズドベッドでオレガノは最高のものだなと思ってますね。まあこれが今レイズドベッドの紹介です。こちらではですね、雑草を取りまして、今こんな感じで生姜が生えてるのが分かります。で、生姜の周りにですね、草がいっぱい盛り上げてあるんですけど、これが草マルチっていう形ですね。こんな感じで、生姜も十分成長しているのが見えてきました。今まで雑草だらけで、雑草しか見えなかったと思いますけど、生姜がまだ生きていましたっていう感じですね。で、ここはですね、2個100円の早生のオクラです。これはですね、そんなに大きくなっていませんけど、これね、オクラがちょこちょこできるんですね。今日はもう取っちゃったから、見当たらないですけど、早生のオクラが
このところで取れています。これも、生姜ですね。で、このところは人参とかレタスとかいろいろやってありましたけど、もう今、取ってしまいました。ですから、何もない状態ですね。ここも人参がやってあったところですね。で、この列はですね、今雑草が多いですけど、この葉っぱわかるかな？これがズッキーニです。花が咲いてズッキーニが少しずつできてくるかなっていう感じですね。こんな感じでズッキーニができたり茎があったりしています。で、その後ろのところではラベンダーが大きくなってますね。で、今ラベンダーを積んで今いろんなところに増やそうと計画しています。それも後からちょっとお見せしますね。で、ローズマリーがあったり、ローズマリーはこれですね。雑草も多いもんですから、こんな感じで今あります。で、私たちのこのところではですね、ナスビが少し、千両2号というナスビが少しできています。ちょっと倒れかかっているもんですから、後から修理しておきますね。で、昨日ちょっと動画では撮ったんですけど、青汁ケールがまだちょっとだいぶと取ってしまったからみすぼらしくなってますけど、こんな感じでありますね。で、向こうの畝にもケールがいっぱいありましたけど、昨日結構取ってしまいました。ちょっと昨日は余分目に取って冷凍にしてましたね、家内が。そして、この畝では、私たちは、早生の枝豆、ダイソーの早生の枝豆とか、ダイソーの枝豆を一杯取れました。非常に感謝ですね。そして、私たちはこのところで、この、どう言ったらいいかなね、トマトを取ろうと思ったんですけど、今年は大失敗です。ですけど、トマトの横に植えてあったバジルが結構順調に成長しています。で、このところもですね、私たちは基本的に水を一切あげていません。天候任せです。ですけど、こんなように成長しています。まあ、本来はサンマルツァーノっていう、この種類のトマトを一杯育てたかったんですけど、全部ほぼ枯れてしまいました。まあ、赤しそがなぜか知らないけど、種もまかなくても赤しそがいっぱい出てきます。こんな感じですね。そしてですね、まあ、サンマルツァーノが枯れてしまったっていうことで、今ここのとこにミニキュウリをやっています。ミニキュウリがちょっとうまくいくんじゃないかなと思ってるんですけど、今花が咲き始めてるとこですね。ミニキュウリがこんな感じで今出始めています。で、なるべくネットの方に絡めるようにしてネットを伝ってくれることを願って今私たちは行うようにしてってます。こんな感じですね。ミニキュウリがこんな感じで取れてくるんじゃないかなっていうところですね。で、このところでは私たちはブルーベリーですね。ブルーベリーを置いてありますって言った方がいいかな。まだちっちゃなブルーベリーはこうやってできてくるんですけど、もうこれは味はしないかな。甘くて美味しい。小さいですけど、こんな感じでブルーベリーがまだ少しずつもう取り終わったっていう感じですね。で、このところにもブルーベリーがあるっていう。7本のブルーベリーがありますね。で、これがマンジェリコン。これもですね、水を一切あげてないんですけど、自然的に大きくなってきます。で、ここでですね、マンジェリコンの葉っぱをですね、枝分けした
ところからやっておくと、こんな感じで根っこが出てきます。で、これを土に植えるとまた増えていくっていう形で、今私たちはやっています。これはローズマリーですけど、ローズマリーはあまりうまくいってません。こちらはですね、さっき言ったラベンダーですね。ラベンダーを挿し木しておいただけなんですけど、生きているものだけで私たちは、また増やそうかなと思っています。で、オリーブの木。で、これがですね、ミントですね。ミントも非常に背が高くなってきてますね。ミントがこれ、種かな？種がつき始めてるようなところがありますよね。で、これが、レモンの木。レモンがですね、種を植えておいたら、家で種を植えておいたら芽が出てきたもんですから、こちらに移植したらこんなに大きくなってきました。レモンができるといいなと思いますね。トゲもすごいですよね。ですけど、これが実がつくまでに多分4年か5年ぐらいかかるんじゃないかなと思っています。で、近所の方にもらったハックルベリーがこんな感じで今実をつけてますね。ただハックルベリーはベリーといってもまあ美味しくはないですね。砂糖と煮詰めてジャムとかそういうのにするにはものすごくいいと思います。ですけどこれ今年植えただけなんですけど、もうこんなに実がつきました。だからハックルベリーは育てたい方は育てたらいいんじゃないかなと思いますね。地を這うタイプの、マンジェリコンもここに雑草の中に埋もれてますけどしています。で、イチジク、これらのものには私たちは天候だけ、雨だけが頼りで一切水をあげていませんけど、自然的に成長しています。まあ先ほどのキュウリなどはたまに水をあげるんですけど、ほとんどあげていません。なぜかっていうと水がないからですよね。これが第1番目の私たちはレイズドベッドと呼んでいます。第1番目のレイズドベッドではなくて畑ですね。これが第2番目の畑です。で、このところでビワの木がですね、これも種からのものですけど大きくなってきました。すごいですよね。これもこの辺は本当に水をあげてないんですけど順調です。昨日雨がちらっと降ったみたいで土が濡れてますから、私たちは水やりに、朝来るようにしてるんですけど、ほとんどあげなくても済んでいます。これがイチジクですね。イチジクは今年はこれは全然取れないと思います。実はつかないと思いますけど、来年ぐらいから実がつくんじゃないかなと思っています。本当にイチジクって成長がいいですから、私たちはできれば一文字仕立てっていう形で行っていきたいなと思っています。これはホウボウっていうのですね。あとですね、後ろで綺麗な黄色い花を咲かせているのがひまわりですね。ところがひまわりのですね、こちら側にヘチマがあります。ひまわりの種だと思って置いておいたものが全部ヘチマでした。で、ヘチマがですね、このようにひまわりの茎を伝って上の方に伸びていっています。これもヘチマですね。ちょっとひまわりがどうなるか、またヘチマがどうなるか心配ですけど、今こんなような形でヘチマとひまわりが共存しているような状態です。で、マリーゴールドの花が結構綺麗に咲いてますね。この辺も余ってたひまわりの種ですね。密集したもんですから、ちょっとこちらの方に移したっていう感じです。ひまわりが綺麗でしょう。こんな感じでひまわりも咲いています。これがですね、じゃがいもの畝です。今年も結構じゃがいもが取れて瓶詰めもできましたし、本当に一杯のじゃがいもが取れたことを感謝しています。この9月ぐらいになったらこのところにもまたじゃがいもを植える予定です。こことこの2本ですね。このところでじゃがいもを植えています。連作をしていますけど全然問題は起こっていません。
そして、そのところで、十分私たちは食料源は取れています。で、このところは里芋があったり、先日植えた、さつまいもですね。さつまいもも元気ですよね。で、私たちは本当にこういう根物っていうかな、そういうものには水は一切あげてないんですけど、十分育っています。今土が濡れているのは本当に昨日ちょこっと雨が降ってくれたおかげと朝露がいっぱい出るっていうことですね。こうやってね、さつまいももできていっています。ここはですね、まあ説明しにくいですけど、雑草の中にアスパラがあります。まあ、雑草を取ってしまうとですね、アスパラを傷めるといけないということで雑草を取らずに育っています。またこのアスパラガスまで来たら、携帯電話が熱くなりすぎまして、熱暴走を起こしました。まあ今日は暑いです。このところがですね、ヘチマです。ヘチマが非常によく大きくなってきています。もう上の方に花がいっぱい咲いていますし、今年もヘチマ水やまた、ヘチマの実からですね、たわしを作ります。体を洗うたわし、または食器洗い用のスポンジみたいにして使うたわし、そういうものがいっぱい取れています。このところで、十分私たちの年間、それに他の人にもあげれるプレゼント用のヘチマもできていますね。こういうようにヘチマがなってきますが、これはちょっと早い方ですね。もうあとそうね、1ヶ月ぐらいすると結構の量のヘチマが出てくるんじゃないかな。で、余分にあった種をちょっと置いといた、ヘチマもこんなところにあります。そしてこのところがね、菊芋です。菊芋は本当に何にもしなくても、種を植えたわけでもありません。芋を植えたわけでもないんですけど、種芋は一切使っていませんけど、自然的に生えてきています。その理由はですね、去年私たちはこのところで菊芋を育っていたんですけど、台風の後、地面がぬかるんでしまって全滅しました。ですけど、このような形でまた今年も出てきています。今年も台風の後どうなるかちょっと心配もしてるんですけど、菊芋がいっぱい取れます。菊芋は健康のためにいいっていうことですから、去年その前の年はですね、非常に美味しく食べさせてもらいました。で、ここのところにはロゼラ、赤い茎のものですね。これがロゼラと言います。ローゼルとも言いますけど、これを秋になってくるといっぱい実をつけて、それが、まあ非常に美味しいんですね。栄養価、ビタミン C たっぷりで、それで私たちはジャムを作るようにしています。で、ロゼラのジャムやまたジュースを作ったりするんですけど、それが去年はどうだろう、5個の瓶、大きい瓶で5個ぐらいね、ジャムが作れましたので、今年もそれを期待しています。で、このところはですね、雑草ですけど、ヤーコンっていう芋を植えてあるっていうんですけど、見当たらないです。で、あとはこれが里芋です。里芋は葉っぱも小さいし、近所の方から見ると貧弱に見えますけど、実は結構大きくなりますし、私たちはこれね、自然栽培でやってよかったなと思っています。この辺はほとんど水をあげていませんが、十分育っています。私たちが目指しているのは自然栽培、本当に自然に伸びてくれることを願ってやっています。無肥料、無農薬、特にですね、化学肥料とかそういうのをあげたらって近所の方にもよく言われるんですけど、化学肥料も一切あげていません。そして、来年は少し、考え方を変えて、菜種油とかそういうのの採取した後のカスですね、そういうのもちょっと肥料としてあげたらどうかな。フルーツ系のものだけにはちょっとあげようかなと思っていますけど、基本的に自然栽培だけで私たちはこのようにできていることを本当に感謝します。まあ米もですね、知り合いから毎年
30キロの袋を、4袋か5袋ぐらいもらうもんですから、米にも困っていません。こんな感じで私たちは畑をやっています。これが私たちの方法ですけど、皆さんにいいアイデアがあったらまた教えていただきたいなと思っています。今日はこの形で、動画を終わっていきます。